僕たちが日々暮らしている現在の世界、その暮らしを彩るあらゆるデザインはいかにして生まれてきたのか。インテリアと幸福な暮らしのヒントを求めてさまざまな国を旅してきたヒュッケスケップは2026年これまで旅してきた北欧を飛び出し、現在の暮らしにもつながるルーツを求めてモダンデザイン誕生の物語をたどる100日間の旅に出かけます。そしてこの旅を通して出会ったのは、目まぐるしく変化する激動の時代の中でより良い暮らしのために戦い続けたデザイナーたちの姿という、単にデザイン師とくくるにはあまりに壮大な物語でした。イギリス、オランダ、ドイツ、そしてデンマーク、4カ国にわたる旅を通して僕たちが暮らす世界がどのようにして作られてきたのか、その断片、そして歴史の陰に隠された人々のドラマに迫っていきたいと思います。歴史と今が交錯する街、イギリス・ロンドン。街を歩けば壮大な伝統建築と最新建築が目まぐるしくそびえ立ち、さまざまな国籍の人と食文化が街中でひしめき合い、エキサイティングな芸術やエンターテインメントがごった返す街。あまりに巨大で複雑なエネルギーが共存するこの街は、長い歴史と伝統を守りながら最新のカルチャーを育み続けてきた場所であり、現代のデザインや暮らし方へとつながる歴史的な転換点を生み出した重要な場所でもあります。途方もない年月とさまざまな悲劇や祝福を積み重ねてきた伝統的な建築物。時代の荒波の中で良いものを作ることへのこだわりを捨てなかった人々の物語。そして世界最先端の街を彩る最新カルチャーの数々。So my name is Lee Broom. 僕たちが愛するインテリア誕生の物語を通して、僕たちの暮らしを彩るヒントを始まりの場所ロンドンから探っていきたいと思います。ロンドン来たぜ。
ロンドンの街にはさまざまな文化が混ざり合い、新旧さまざまな建物が入り乱れ、そのあまりの多様性に少し油断すると何一つロンドンのことを理解できないまま溺れてしまいそうな危機感すら感じる複雑なエネルギーが溢れています。そんなロンドンの街を一望するため、まずはロンドンの中心を流れるテムズ川の水上バスに挑戦してみました。ロンドンという街名の語源は、かつてイギリスを支配していたローマ人たちがつけたロンディニウム。その語源が語るように、イギリスという国は数々の人種民族から侵略と統治変革を繰り返してきた歴史を持ちます。そんな長く複雑な歴史の中で徐々に力を増していった大英帝国は世界各地に植民地を広げ、戦後の移民政策も相まってさまざまな文化が入り乱れる現在の姿を形成していきます。現在ロンドンにそびえ立つ伝統的な建築物たちは、そんな長く複雑な歴史の中で時代ごとの権力、富、宗教観を象徴する存在として築かれてきたものでした。楽しかった。ここからはロンドンという街の成り立ちを知るために、伝統を語り継ぐ名建築たちを少しだけ巡っていきたいと思います。まずはロンドン最大のランドマークともいえるウェストミンスター宮殿です。11世紀に起源を持ち、1834年の大火後に再建。現在も実際に議会が行われ、伝統と民主主義を象徴する英国議会の中心地となる場所です。歴代国王の戴冠式や王室の結婚式が行われるのがウェストミンスター寺院。1065年に初めて建造され、13世紀から16世紀にかけて建て替え増築された建築はまさに圧巻の一言。アイザック・ニュートンやチャールズ・ディケンズなど数々の著名人も眠るとても大切な場所です。そして17世紀のロンドン大火後、建築家クリストファー・レンによって再建されたのがセントポール大聖堂。第二次世界大戦下にはドイツ軍の激しい爆撃の最中でも生き残り、イギリス人にとっての生存のシンボルとして語られる場所です。内部の壮大な装飾はもちろん、500段以上の階段を上ると一望できるロンドンの街並みは格別です。ロンドン大会や第二次大戦で大規模な喪失を経験しながらも、紡いできた伝統と歴史を大切にし、常に最新のカルチャーを取り入れ進化を繰り返した姿こそが現在のロンドンと言えるのかもしれない。
新旧入り乱れるロンドンの街並みを見ていると、そんな歴史の厚みを感じさせてくれます。ですが、そんな脈々と続く歴史の中で、世界の人々の暮らしを激変させる出来事がここイギリスで起こります。それが18世紀後半に起こった産業革命です。蒸気機関車が発明され、糸を紡ぐ紡績機が生まれ、ランプやガス灯が開発され、人々の経済活動は爆発的な向上を遂げました。多くのものが大量生産できるようになり、一般市民でも衣服や生活用品が安く買えるようになり、人々の経済活動や生活が一変する、そんな歴史的な転換点が訪れます。そんな大変革の象徴の数々も現在のロンドンで見ることができます。映画「ハリー・ポッター」の9と4分の3番線で知られるキングスクロス駅、そしてその隣にあるセントパンクラス駅は、産業革命時に各地を鉄道が結んだ際に作られた駅舎の姿を今も残す貴重な場所。後に取り壊しが計画された時、保存運動を主導した詩人ジョン・ベッチャマンの銅像も飾られる、とても素敵な場所です。1894年に完成したタワーブリッジも産業革命を象徴する建物。爆発的に拡大した物流の大渋滞を改善するために、蒸気機関の技術を使い昇降式の橋として建設。船や馬車それぞれの交通を円滑にし、ロンドンの経済活動を支えたと言われています。そして最も象徴的な建物が1857年に完成したビクトリア&アルバート博物館。産業革命で爆発的な技術の進化を遂げた時代、当時の女王ビクトリアの夫であったアルバート公は、イギリスの芸術、科学、産業の振興に熱心に取り組み、特にイギリスの革新的な技術の進化を世界に披露し、あらゆる国の産業製品をお披露目する一世一代のイベントを企画します。それが1851年に初めて行われた第1回万国博覧会。現在も続く万博も産業革命後のイギリスで生まれたものだったのです。万博は大成功を収め、その莫大な収益をもとにアルバート公はここサウスケンジントンに広大な敷地を購入。さまざまな産業芸術の学術地区を整備し、そこに作られたのが有名な自然史博物館やこのビクトリア&アルバート博物館でした。これらの建築物たちが象徴するように、産業革命によってイギリスだけでなく世界の産業が爆発的な進化を遂げ、貴族だけでなく一般市民や労働者層の生活を飛躍的に進化させる、そんな転換点がここイギリスで起こったのです。しかしながら、その一方でこの経済活動の爆発的な拡大は大きな負の側面ももたらします。ロンドンの人口はそれまでの100万人未満から250万人以上へと急増。都市に人々が集中し、それまで地域の職人ごとに受け継がれていた工芸の様式は途絶え、機械生産にとって変わり、夜でさえも昼のように働き、
それまでの美しい工芸製品とは程遠い大量生産を前とする効率重視の劣悪な製品が生まれ、大気や水質は汚染され、ロンドンはすすだらけになった、そう語られています。ロンドンを流れるテムズ川も長らく産業革命の影響による水質汚染が問題になっていたといいます。次第に汚れていくロンドンに心を痛めた人々は、やがて機械化される以前の時代に失われた美しさを見出していきます。中世の建築様式を思わせる建物が産業革命後のロンドンに数多く建てられたのも、かつての美しいロンドンらしさへの憧れやノスタルジーの表れだったのかもしれません。それほどまでに産業革命後のロンドンには人々の苦しみがあふれていたと言われています。そんな時代の転換期に一つの大きなムーブメントが立ち上がります。機械による劣悪な製品ではなく、手仕事の美しさ、温かみにこそ工芸の素晴らしさがあり、人々の暮らしは美しいもので囲まれていなければならず、かつてのあの美しきロンドンを取り戻さなければならない。そう唱えて暮らしのためのデザインを形作ろうとした人物がいました。それがウィリアム・モリス。そして彼が起こしたアーツ&クラフト運動は激変した世界に大きな変化を投げかけていきます。これだね。Tea or coffee is included with your breakfast option. ロンドンから車で移動すること3時間。僕たちはウィリアム・モリスの足跡を求めて、彼が愛したという美しい町コッツウォルズにやってきました。3日？モリスの冊子がある。はい、よかったら見てください。見ていいですか？はい、コッツォルズの概要を説明すると、はい。コッツォルズのコッツっていうのは羊のいた場所っていう意味。羊のいた場所。で、ウォルドっていうのが丘っていう意味があって、どうしてそういう名前がついたかというと、イギリスの中世のイギリスの国内産業の約5割、大半は羊毛産業なんですね。でその羊毛産業が栄えた時代に、このコッツォルズのエリアで生産されていたコッツォルズライオンっていう羊ちゃんがいて、でその羊ちゃんが大変ブランド品で、イギリス各地、ヨーロッパ各地から商人さんが集まって栄えた村や町が点在しています。牛さん。牛がすごい。これがあれがミルクじゃないかな。すごい牛。この子たちミルク。もう一つコッツォルズの
概要を説明すると、ホテルは5つのカウンティにまたがってます。でカウンティっていうのは日本に県ですね。かなり広いエリアなんですけど、イギリスの特別美観地区に指定されてます。美観地区、はい。とっても綺麗な地区。何かというと、この石です。ポットルスストーンの石。この石で作られている家や建物がいっぱいあって、約2億年前に形成された石だそうで、今でも採掘して家を建てたり、壁を修復したりしてます。新しい線路。これもポッツォルス。数々の著名人もこの場所に家を所有するなど、現在も多くの人に愛される美しい町コッツウォルズ。ウィリアム・モリスもその一人で、ここコッツウォルズにはモリスゆかりの地がいくつも存在します。そのうちの一つ、あまり観光客には知られていないという貴重な場所がセルズリー地区にあるオールセインツ教会です。こういう教会、町とか小さな村の教会は、鍵当番の方が村の人いらっしゃって、朝開けに来て、また5時ぐらいになったら閉めに来るはずですね。1862年、モリスを中心とした工房であったモリス・マーシャル・フォークナー商会が、当時建設されたこの教会の窓すべてのステンドグラスのデザインを請け負ったという歴史的な場所です。ここでウィリアム・モリスという人物について少し物語を遡ってみたいと思います。1834年、ロンドン近郊の裕福な家庭で生まれたモリスは、初めからデザインの道を志していたわけではありませんでした。大学時代は聖職者を目指し、その後中世の美術や建築への関心を強めながら建築家志望へ転校。その後も画家へ転校したりと、出会った人物の影響を受けてさまざまな知見を深めていました。そんな中、画家志望時代に手掛けた壁画のモデルであったジェーン・バーデンと結婚した彼は、家族の住まいとしてロンドン近郊にレッドハウスを建設。この経験がモリスの人生に大きな転換点を生み出します。大切な住まいの家具や内装を考えていく上で、産業革命直後の当時に世の中に存在した製品は、彼らにとっては決して満足のいくものではなかったといいます。安価なだけの粗悪な大量生産品ばかりが作られ、それまで地域の職人たちが受け継いできた素晴らしい様式、工芸品は影を潜め、見た目だけの過剰な装飾で飾られた実用性もない製品であふれていた時代。その現状を目の当たりにしたモリスは、満足いくものがないのであれば自分たちで作ればいいと、当時の芸術家の仲間たちと共に家具やステンドグラスといったあらゆるインテリアを自分たちの手で作り出していきます。その経験は日常の暮らしを美しいもので満たす素晴らしさをモリスに感じさせるには十分な出来事でした。レッドハウス作りの経験を通して、手仕事で作られた美しいものと暮らす喜びに目覚めたモリスは、人々の暮らしは美しいもので囲まれていなければならないという思い、かつての手仕事の美しさを取り戻し、一部の裕福な人間だけでなく、すべての人々の暮らしに芸術をもたらすべきだという思想を強めていきます。そ
そしてこの思想こそが後にアーツ&クラフト運動と称されるデザイン運動の出発点であり、それを体現するために仲間と立ち上げられたのがモリス・マーシャル・フォークナー商会。そして彼らの初期の歴史的な仕事の一つがこのオールセインツ教会のステンドグラスでした。オールセインツ教会での仕事から数年後、次第に悪化していくロンドンの大気汚染、都会の喧騒に心を痛めていったモリスは、やがて美しき町コッツウォルズに思いを馳せていきます。God is looking at me with a finger and a thumb, wondering when I'll do something that isn't quite so staring at a city like somebody with bad luck, sliding down the sidewalk on a quick 3-mile run. I cannot see where I わあ、すごいね。Giving up living to make one with my friend. Oh, letting go of everything except your love and rent. I guess I'll just keep going. On that I can depend. All to wish that run was over is to make it never end. I cannot see where I am going. There cannot be a better way of knowing. I cannot see where I am going.妻ジェーンや子供たちを豊かな自然環境で過ごさせるため、1871年モリス自身が地上に現れた天国と呼んで最も愛した村ケルムスコットに新たな住まいを借り受けます。それがモリスが亡くなる1896年までの25年間の夏を過ごしたケルムスコットマナーハウスです。Sent back to be restored. It was, and when the opportunity arose, the water behind her is the River Thames. She's holding a little bar. I'll let you guess which is the more realistic representation of two little girls. ここケルムスコットとロンドンを行き来しながら、モリスはさまざまな暮らしのデザインを開発していきます。
ステンドグラスだけでなく家具やファブリック、キャリア後半では書籍のタイポグラフィーまでをも開発し、暮らしにまつわるあらゆることに美しいフォーマットを生み出していったモリス。そんな彼の最も代表的なプロダクトが壁紙とファブリックでした。植物や鳥や動物など自然をモチーフとした美しい絵を描き、それをリピート構造に落とし込みパターン化。手仕事によってすり、染め、織り上げていく。そうして彼はさまざまな絵柄のデザインを生み出していきます。スケッチしてる。ケルムスコットで過ごした穏やかな日々のある日、彼が菜園で丹精込めて育てていたイチゴが次々と消える事件が起こります。不思議に思ったモリスがそっと庭の様子を観察していると、現れた犯人はなんと近所に生息していたツグミ。自分が一生懸命育てた熟したイチゴを口にくわえ、悪びれもなく去っていく鳥たちの微笑ましい姿を見たモリスは、やがて有名なイチゴ泥棒という作品も生んでいきます。こうして手仕事の美しさを大切にし、日常の暮らしに芸術を取り入れることを目指し、実用的な生産工程に落とし込むという現代におけるデザインの定義をモリスは具現化していきます。そんな彼が起こしたアーツ&クラフトの思想は、やがて大きなムーブメントとなり、世界各地へ広まっていきます。名作ヒルハウスチェアを生み出したデザイナーチャールズ・レニー・マッキントッシュ率いるグラスゴー派、画家クリムトを筆頭としたウィーンの芸術家集団セセッション、そして偉大な建築家アントニ・ガウディが残し、近年完成を目前としているスペインのサグラダ・ファミリアも、アーツ&クラフトへの深い共感とモリスが描いた植物的なデザインに端を発するアール・ヌーボー期のデザインの流れを受け継いだ代表的な作品です。それまで一部の裕福な貴族のためだった暮らしのデザインは、産業革命への疑問から生まれたウィリアム・モリスの思想によって一般市民のものとなり、現代僕らの暮らしを彩るモダンデザインの礎がこの時築かれていきました。一般市民の暮らしのために尽力したモリスでしたが、その思いとは裏腹に彼の手仕事によるデザインは製品の高級化を避けられず、次第に一般市民の手には届かないものになっていってしまったそうです。ですが、彼が汚れていく世界と日常の暮らしの中で、誰もが美しい暮らしを形作られるように命を燃やしたことが思想として世界に広がり、現代の僕たちの暮らしを形成しているのかもしれない。モリスが愛した美しい景色はそんなことを感じさせてくれました。
オープンだって。コッツウォルズで一泊をした僕たちはアーツ&クラフツの足跡をさらに求めてコッツウォルズにあるマーケットタウンチッピンカムデンを訪れました。美しい中世の街並みの中にひっそりと佇むシルバー工房ハーツ・シルバースミスがあります。ここはかつての手仕事の思想を現代でも体現し、職人たちが手作りの銀製品を作り続けるアーツ&クラフト思想を受け継いだ最後の生き残りとも呼ばれる場所です。コンコン、ノックノック。ハロー。こんにちは。お邪魔します。わー、すごい。Hello. Hello. Can we come in? Thank you. すげえ。やば。水という感じじゃなくて、こういう感じ。You were quite spoiled for choice, but if you're on that pre-dairy story, you probably want to steer away from things like the reduced. That's the idea there, and for you, Carol, and everyone else, all the plants that the panel mentioned today were Kami? listed on the Radio 4 website. Just search online for this. 請求書 Girls are all there. Let's take another question. How is panel? Sorry to bother you, but can I ask you a favor if you could explain about this place and talk us through what it is, what it was and what it's for? Well, the workshop's been here since 1902. 1902. We'll just design and make whatever people want. It's all custom made silver. So people will come in and say, you know, I want a water pitcher, candlesticks, decanters, whatever. We design and make. All the tools in here that we beat the silver over to get it into shape. They don't want to be disturbed in the autumn. You can design things. Cold, wet in the ground. So these tools, you have, I see many tools. Yeah. Is it from 1902? When originally the firm started in 1888 in London. Yeah, and we moved out here in 1902. When they bought the tools for the workshops in London, they were antiques then. But they were old tools when they bought them. They didn't buy new tools. Because of people were going into mass production, you know, making hundreds instead of one. So all the hand tools were obsolete. Some of our tools are 300 years old. We always say, if we have a burglary, if somebody steals, as long as they steal the silver, not the tools, that's fine. Because we can't, you can't go to the silversmithing tool shop to buy one, because there isn't one. You have to have them made. And the steel that they used 200 years ago is different to the steel they use these days. They last a lot longer. If you buy, you can like Yeah, I can probably buy it. new tool, okay?
£30. It will last 5 years. 5 years. Gone. Because it's rubbish. Cost £1. It was all rusty. And it had probably been used for 100 years before. And it still works. This, rubbish. He's very into William Morris and trying to track the path of the autumn path. So in this place. So can you tell The guy who started this place, C.R. Ashby, his name was, architect, designer, he was a follower of Morris. follower? Yeah. Yeah. I mean, they knew each other, but Morris was in a more commercial, mass-produced, if you like, yeah, wallpaper and everything. But it was more. I mean, the arts and craft movement was more just fighting against the Industrial Revolution, going backwards, if you like, to train people to do it properly, hand skills and things like that, as opposed to letting the machine do it. Ashby took it to a different level. I mean, he went above and beyond. Ashby was more. He was more worried about his men and the workers than he was about what they made. He wanted to make his men happy. If his men were happy, they produced better things. That's why they moved from London to here. So we'd like to know what do you think about the importance of handmade art? We've always got work, so it's important. We never look for work. Work comes to us. If people want to buy silver, you can go to a shop and buy silver. But there's 1,000 identical ones the same because they have to mass produce them to make them cost effective. Here you can have one. We'll just do one. And it's personal because there is only one, or maybe two, and people know who made it. We also know who owns our silver because we don't do no shops, direct with the customer. So all our custom comes through the door. People can walk in any time if we're here. It's like people come and say, "Oh, what a wonderful workshop. It's a lovely workshop." But when you're in here 6 days a week, it's just our dirty old workshop. It's not a wonderful dirty old workshop, it's a dirty old workshop. There's four people in here who need to earn money. What was happening today? Poppy tells me hearing and understanding are very different. She heard what I was saying. It's as if to say, go on, really take it in. The plum carpet from the 70s is still in place, from the front door right up the stairs and into the bedrooms. At every window. When I saw you downtown, I started acting like a clown, just to see if you would notice me, and maybe get you to laugh. Right. I did get some ってるよ。 attention from the girl right next to you. Then all my ロンドンといえば世界中の人々を魅了するエンターテインメントも底知れない魅力の一つ。街を歩けばミュージカルや舞台の劇場が立ち並び、映画や音楽をはじめロンドンから生まれた娯楽は世界中の人々を魅了し続けています。今の舞台ってなんかすごい最先端だね。デモホルモン出てきたもんね。
そしてこの町が積み重ねてきたのは娯楽だけではありません。1824年に設立されたナショナルギャラリー、そして1759年世界で初めて無料で開かれた国立博物館である大英博物館など、ロンドンでは今も多くの芸術が無料で開放されています。この町が情熱を注いだのは産業の発展だけでなく、芸術の振興にも大きな熱量を注ぎ、今なおロンドンに来た人々を魅了し続けます。伝統と最新が共存する建築、多様な文化が交錯する人種と食、そして熱狂を生み続ける娯楽と芸術。まさに現代のロンドンは常に最新の革命を取り込みながら、守り続けてきた伝統も手放さず、激しい変化を取り込みながら膨れ上がっていった世界最先端の文化的都市と言えるのかもしれません。今日の意気込みを教えてください。失礼がないように気をつけたいと思います。そんな保守的な素晴らしいインタビューをお願いしますよ。頑張ります。数々の歴史や文化を生んできたロンドンという街が今どんな作り手を生んでいるのか。2週間のロンドン滞在を経て出発を翌日に控えた4月15日、急遽現在ロンドンのデザイン界を代表するある方にインタビューをさせていただく機会に恵まれました。あとはなるようになれ。楽しんでいこう。もうね、楽しんでいこう。マイクのテスト、マイク、マイクです、マイクです、はい。Okay, so to start with, could you please give us a brief introduction of yourself and your journey with your brand? Sure. So my name is Lee Broom. I am a designer and also an artist. I'm British, and you are here in my showroom in Shoreditch in London. そう、今回貴重なお時間をいただいたのは現代イギリスを代表するデザイナーリー・ブルーム。息を飲むような美しい照明を中心にモダンでありながらどこかクラシカルな作品を送り出すブランドリー・ブルームのデザイナーです。その存在は世界でも大きな注目を集め、先日のミラノデザインウィークではエルデコインターナショナルデザインアワードの照明部門を受賞するなど、現在最も注目されているデザイナーの一人。俳優、そしてファッションデザイナーというキャリアを持つ彼が生み出すものには、古いものと新しいもの、さまざまなものが同居しています。それは僕たちがこの街に感じてきたものとどこか重なって見えました。When I was in theatre and when I was an actor, I was very, very young. So I started when I was 7 years old and I finished when I was about 17.So I was a child actor and a professional actor and was in many TV performances and theatrical productions and a member of the Royal Shakespeare Company. But I really had a passion for art, design, all types of creativity. And I
became to work in fashion because I entered a fashion design competition when I was 16, which is called the Young Designer of the Year Award, which was judged by Vivienne Westwood. And I won the competition and I got to meet Vivienne, and I ended up working for her for just under a year when I turned 18. I mean, the fashion definitely influences, but all of my experiences do. So my background in theatre, for instance, the way that I present my shows, for instance, during Milan, have a very theatrical undertone to them. And I think that that's probably because this is my earliest memory as a child, is performing in front of thousands of people and saying my lines or singing, or there being scenography and lighting and music and other actors, and then the audience applauding. It's quite an overwhelming experience. And when you've been brought up in that world, you really understand the power of presentation and how you can take somebody out of just the physical moment and into an emotional moment. So I felt like if that's possible in performance, if it's possible in fashion, if it's possible in art, then why can't it be possible in furniture and lighting? Because lighting especially is a very emotive thing, you know? It's not just about function, it's about how it makes you feel. 演劇からファッション、そして照明へ。多様な世界の第一線で生きてきた彼にとって、その拠点であるロンドンという街は一体どんな存在なのでしょうか。I wasn't born in London. I was born in a place called Birmingham, which is about 2.5 hours from London, but also a big city. And for me, moving to London when I was younger was the mandatory. It had to happen because I felt like everything creative that I needed was in London. And if it wasn't going to be London, it would have to be New York, you know? But I find London always inspiring. It has that interesting mix of kind of history and modernity, both of which I really love. It has definitely an amazing diverse culture, which I think is really important. I don't think I could survive in a city which didn't feel diverse, and that we wouldn't be able to experience all of those different cultures. And then when it's in London, it becomes a kind of melting pot. So there's always these subcultures that are appearing, which you can choose to tap into or be part of if you wish. So there's so much happening, and even if you don't want to be part of it, just to know it's there is comforting, you know? Even if you just want to sit at home and read all day and that's it, I still would have to be in London and do that, because I think it's important as a designer and a creative to be able to feed from a vibrant city and its people, really. クリエイターにとっても重要な街ロンドン。それではロンドンで暮らす人々にとってはこの街はどんな存在なのか。2週間お世話になった Airbnb ホストのマーティンにもロンドンで暮らす意味を伺いました。Okay, so I read your profile in Airbnb and you said you were basically Yes. originally from Africa, South Africa. That's right. Yes. Why London? There were many other big cities. What is your relation with London? What brought you to live in London? Good question. Good question. When I grew up in the 80s in South Africa, there was a thing called apartheid, which is where
black people and white people were separated and they couldn't live together. And as you can imagine, that created a very hostile, unfriendly environment to live in. And when I was in my 20s, I wanted to see more of the world. There was a lot of negative energy in South Africa at the time. So I wanted to go and live in a big city with big opportunities, a complete lifestyle change. And I moved to London when I was 24 for the first time. I stayed for 2 years and I loved all the new things, the theater, the bars, the restaurants, all of the different cultures. I absolutely love that. I think if you were to consider a place like London compared to other places, I love Paris, for example. Paris is also quite multicultural. I see that you've been to Sweden and Norway, those areas. All of these cities are great. All of these countries and cities are great places, but I don't think there is another city in the world that is more diverse than London. So, you have all the different communities of people from all over the world. And if you're in London, they all mix together, but there's certain parts of London where you have different groups of people. For example, if you go far into the east of London, you have a very interesting Indian and Pakistani community. And if you go to certain parts in the north, you have a really interesting Israeli community. And they all blend together really perfectly in the city center. So if it is new experiences and new cultures and new people and art and food and all of those things, if you want to give yourself the biggest range of opportunities, I think you're going to find it in London more so than in any other place. But then over time, I have come back to South Africa, which is where I am right now. I'm in Cape Town. And the country is healing. People are coming together. The history of South Africa is getting further and further pushed into the past, and it's a wonderful place to be right now as well. So I actually feel that I have two homes. I'm 100% at home in London because it's my main residence. But also I feel so happy and comfortable in South Africa too, because I think having left South Africa to live in a city like London has really opened my mind to the world. And it's actually made me look at South Africa from a very different point of view. It's made me appreciate certain aspects of the country that I may not have appreciated in the past. Yeah, we do have the feeling that we will definitely come back in London. So, okay. Yeah, we're not putting everything in our schedule. We're just kind of, well, we can do that next time. Yes. Like that. I love that. That's one of my favorite things to do when I travel, is to make sure that I don't do everything that is on the list, because it gives me a reason to go back. I love your idea of not ticking off everything on the list. Also, good luck if you want to tick off everything on the list in London. You'll have to be there for 20 years. I've been there for 25 years and I'm still discovering new things every day.歴史と今が交錯する街ロンドン。あらゆる文化が蓄積された多様で複雑な街ロンドン。爆発的な産業の発展の裏でその後の世界に大きな影響を及ぼすアーツ&クラフトという運動がここロンドンで生まれたのも、
ここがロンドンという街だったからなのかもしれません。I think that art history and design history influences me a lot. Yeah, I have a really keen interest in the history of art and design in general, and really how also kind of economic and cultural changes within the world or a city influences art and design. So, you know, one of the interesting things about the arts and crafts movement, and also like the Art Nouveau movement, it was a kind of reaction to the Industrial Revolution, which at that time everybody was terrified within the creative industry that their livelihoods would be stripped away now that they are starting to see the beginning of skyscrapers and modernism and the use of metals in materials. So the arts and crafts movement was the antithesis of that, was to bringing it back to arts and crafts and also utilizing some of those materials like iron and steel to create decorative objects. That's kind of how Art Nouveau came about in its very organic and floral decorative way, and also arts and crafts being very decorative. It's kind of a reaction. And that fascinates me as well, because it's not just about a movement in art and design, it's a cultural shift in how people were thinking. We're going through exactly the same shift now in our lifetime with AI. You know, I think a lot of people creatively are very nervous about what will happen to them as creatives, what will happen to their jobs, how this will take over. There's a fear around it, and fear is stemmed from a lack of understanding. And I think when you look back at history, it's not just the art movement that was interesting, it's like the thinking behind that. And out of the despair of the Industrial Revolution, in the opinion of these creatives, came about these incredible art movements that are still important today. And exactly the same thing will happen with AI and creativity. Yes, there'll be elements that are going to take over jobs, and creatively they'll be able to do certain things that people would have ordinarily have done, but there will be elements that only creatives can do. And the whole thing is that how does a creative respond to that? How do designers respond to these restrictions? They create something new based around that medium, and that's exactly what will happen. So I'm not fearful of that, I'm optimistic about it and kind of excited to see what happens and what the real creative thinkers will do, in the same way that, you know, William Morris did. Wow, 嬉しい。Thank you. Kenji and Karu, thank you for visiting my showroom and for our lovely talk. Best wishes, Louis. Do you know any more about me? It's in this book. Thank you so much.「僕たちが暮らしている現在の世界」、そしてこれから変わっていくであろうこの先の世界。時代が大きく動くとき、そこには必ず痛みがつきまとう一方で、より良い世界を作ろうと抗う人々が新しい何かを生んでいく。そんな時代の転換点が数多く生まれた街、それがロンドンという街なのかもしれません。